はい、皆さんこんにちは。アミティ先生です。今日はプロクリエイトを使ってこういうクラゲのイラストの描き方を紹介していきます。プロクリエイトのイラストの描き方紹介するの結構久しぶりなんですけど、今日はちょっとしっかりめにこのねクラゲのすごいファンタジーな幻想的なイラストを描いていきたいと思います。で、今日のポイントとしてはプロクリエイトのブラシですね。プロクリエイトってすっごいたくさんブラシの種類があるんですけど、それの結構ユニークというか特徴的なブラシを使って、このクラゲを描くので、皆さんこのブラシねいろんなもの使ってみたいっていう人はぜひ最後まで見てもらえると嬉しいです。はい、じゃあ早速プロクリエイトを開いていきます。一番初めプラスボタンからスクリーンサイズで始めていきます。で、キャンバス立ち上げたら一番初めに背景の色を変えていきます。背景の色変えるときはレイヤーのところをタッチしてこの下の背景色っていうところをタッチしてください。そうすると色を選べるので、ここからちょっと暗めのネイビー、暗めの青ぐらいを設定してください。で、まずはじめに、レイヤー1のところにですね、クラゲの土台ベースの、ボディのところですねを描いていくんですけど、その時に使うブラシがですね、アーティスティックっていうブラシフォルダの中にある、オールドビーチっていうブラシを使います。で、このブラシどういうものかっていうと、ちょっと描いてみるんですけど、こうやって、広い範囲を描くと、この中のところがちょっと海の表面というかこうざらつきのあるような感じになります。ちょっとねうまく表現できないんですけど、少し透けてるんですよ。しかもで、この描いたところの周りのエッジの部分ちょっと見てほしいんですけど、少し枠線みたいな感じで色が濃く出ます。で、色を重ねてみるとこの真ん中の透けたところがねいい感じにブレンドして、これがね私結構ハマってるんですけど、これを使ってクラゲの土台を描いていきます。で、ざっくりでいいのでこんな感じで形かけたら、ちょっとサイズ変形をしたいので上の矢印ボタンを押してこうやって小さくしたり大きくしたりすることができます。で、下のところにワープっていうボタンがあるんですけど、これを押すともっと細かい、形の変形っていうのをすることができます。ちょっとメッシュみたいな線が出てると思うんですけど、ここを動かすと自由に変形させることができます。で、クラゲの頭のところを描けたので次、クラゲの足のところを描いていきます。レイヤーのところからプラスボタンで新しいレイヤーを1個上に追加してください。で、ここに描いていくんですけど、色はですね赤色みたいなのを取って、次ブラシがキドっていうボックスの中にあるネピュラっていうのを使います。これね結構宇宙の表現とかを描きたい時に使えるブラシなんですけど、ちょっと描いてみるとこんな感じでこう筆圧によって色が変わるんですよ。すごくないですかこれ。強めに押すと白くなります。で、弱めに押すと紫になったりとか赤になったりするんですけど、この特徴を生かしてこの足のところを描いていきます。で、ブラシの太さはあんまり太くしないで細めのブラシで重ね塗りしていくような感じです。細めのブラシでこうシュッシュッシュッとね足を描いていくような感じで進めていってください。で、別の色を使って塗っていってもいいですね。この足のところ、例えばもうちょっと紫色で塗りたいと思ったら、私がよくやるのは新しいレイヤーを1個作って、でそこに違う色のブラシで塗っていく感じです。で、こんな感じで色を何色も使って描くことによってこう深みが出るというか、よりなんか奥行きが出たような表現になってくるので、ピンクとか青とかあと紫とかそういう似たような色を重ね塗りしていくといいと思います。で、ここまでできたら次このクラゲの頭のところに模様を描いていきたいと思うので、また新しいレイヤーを1個上に追加して、濃いめの青を取ります。で、次使うブラシなんですけど、この抽象っていうフォルダの中にある波形っていうブラシです。で、このブラシもちょっとピカッと光ったような表現が出てくるんですけど、この波形っていうブラシを使ってクラゲの頭のところを輪郭をちょっと覆うような感じで細めのブラシでですねこうシュッシュッシュッと描いていきます。このなんていうんですかね、このクラゲの頭の繊維みたいな感じのをですねこう描いていきます。
これはもう時間かけていっぱい線を描いていってください。こんな感じね。でこの色味なんですけど、もうちょっとこの土台のベースのボディのところとなじませたようにしたいときは、描画モードを変えることをおすすめします。描画モードを変えるときはここの N のボタンを押すと下にたくさん項目が出てくるんですけど、今回おすすめなのは焼き込みカラーとか焼き込みリニア、あとはオーバーレイとかがあるんですけど、それにするとこのベースの水色のカラーと結構馴染んでいい感じの表現になるので、ここの描画モードでも遊んでみてください。はい、じゃあこんな感じで頭のところは完成です。今レイヤーのところ見ると今5つぐらいあるのかな、レイヤーが。で全部色ごとに分けてる感じに作ってます。でこっからなんですけど、もう少し足のところを足していきます。細かくて細長い足をですね描いていくんですけど、その時におすすめなのが煙っていうブラシです。煙はエレメントっていうボックスの中にあります。でこれを取って、描いてみるとこんな感じで何本もね細かい線がシャーって描けます。これね結構面白いですよ。なのでこの煙ブラシを使ってこのさっき描いた紫のところからたくさん足が生えてるようにどんどん描き進めていってください。いろんな方向にうねうねさせて描くと結構面白くなるので、長いやつを描いたり短いやつを描いたり右方向に描いたり左方向に描いたりっていう感じでどんどん作っていってください。でもう少し違うニュアンスの細長い足も描いていきます。描くときは新しいレイヤーを必ず1個上に追加してここに描いていくんですけど、もう一つねおすすめなのがこのキドっていうボックスの中にあるライトペンっていうのがあります。これは本当にこう光彩というかすごい光のラインを描くのにすごく適したブラシなんですけど、こんな感じですごい滑らかで綺麗な曲線が描けて、しかもその曲線のところからこう白い光がねピカーッと放ったような感じのブラシです。なのでこれを使ってちょっとねエメラルドグリーンぐらいの色を取ってこの真ん中のところから生えてるような感じでねちょっと太めに描きましょう最後は。でこれ描くと結構絵が締まるというかクラゲっぽくなりますよね。でここの色は皆さん好きな色を取ってください。多分黄色とかあとは赤とかでもかなり映えると思うので、ここはね好きな色を取って描いてみてください。はい、でこんな感じでほぼほぼ完成になります。結構ねいい感じに仕上がってきたと思うんですけど、最後ちょっと背景をつけてあげるともっとレベル上がってくるので背景をつけていきます。一番下にレイヤーを作ってください。でここに描いていきます。でここにこう光の表現を描いていくので、色はちょっと明るめの青を取って、でブラシはですねエアーブラシっていうボックスの中のソフトブラシです。これすごいねボケたような表現が出てくるブラシで私すごいよく使うんですけど、このソフトブラシで左の上から光が入ってくるような感じで描いていってください。ちょっとブラシ大きめぐらいがいいですね。こんな感じで筆圧ギュッてやるとかなり色がついちゃうのでちょっと優しめに描くというか、こんな感じで重ね塗りしていってあげると光の表現がうまく描くことができます。で左上の光が描けたら右下にもちょっと暗い系の色をとってですね、ここシャドウになりますね。でこう光が入ってきて、そこに沈んでいくと暗くなるっていう表現を描いてあげるとちょっと海っぽく見えると思います。なので最後こういうのを付け足してあげるともうさらにねレベル上がってくるので背景もしっかり描いてあげてください。
はい、じゃあ最後ちょっと仕上げで、黄色い色を取ってですね、このボディのところに斑点を描いていきます。最後のやつであってもなくてもどっちでもいいんですけど、ネピュラっていうブラシですね。一番最初に使ったネピュラっていうブラシでもう少し色を加えていきます。この辺ね、描きすぎは注意ですけど、真ん中のところにたくさんなんか魚とか描いても面白いかもしれないので、ここはちょっと皆さんのオリジナリティを発揮してですね、いろんなものを描いてみてください。はい、ということでこんな感じで完成になります。いかがでしょうか。で最後ね、ちょっとレイヤーのところだけ確認したいと思います。すごいね、たくさんレイヤー使ったんですけど、基本的には一番下の方にこのクラゲの頭ですねのレイヤーがグループ化されてて、でその上に紫色のレイヤーですね、紫色の足のレイヤーがいくつかあって、でその上に青の足のレイヤーで、その上に、緑の足のレイヤーで、一番上にこの黄色の斑点のレイヤーが重なっているような感じです。でこれ一個一個描画モードが違います。でさっき焼き込みカラーとか焼き込みリニアの紹介をしたんですけど、そういう焼き込みカラーに変更したりとか、あとは追加とかスクリーンとかもあるんですけど、そういうのにいろいろ変えながら検証して最後仕上げていってる感じになります。はい、ということで今日は以上にしたいんですけど、今日書いたこのクラゲのプロクリエイトデータですね、プロクリエイトのオリジナルデータは、私がやってる iPadMate っていうオンラインコミュニティの方ですね、有料コミュニティの方に投稿してあります。なのでもっとね、このプロクリエイトのレイヤーがどうなってるのかっていうのを見たい人はそのデータダウンロードしてもらって、もう少しねプロクリエイトを極めていってほしいなと思います。はい、では今日は以上です。この動画が面白かったらぜひいいねボタンと、あとチャンネル登録してない人は、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。では次回の動画もお楽しみに。バイバイ。